製造業の見積もり業務では、材料費や加工費を見積もっていくと思います。そのうち加工費について、うちの会社では賃率1分あたり〇〇円と決まっているし、それに基づいて見積もり計算をしているけれど、具体的にどうやってその数字が決まっているのかはわからないといったことはないでしょうか。この動画では、賃率はどのように計算されているのか、基本的な内容を解説していきます。まず、製造業における会社の活動について見ていきましょう。工場で製品が生産される際には、材料費、工場の人件費である労務費、電気代などの経費がかかります。生産された製品は営業マンによって販売されるとします。発生した売上は会社に還元されます。このような活動を何度も繰り返し1年間が過ぎていきます。1年間の活動は財務諸表というものにまとめられていき、株主や銀行への報告資料となります。真率を計算するのに必要な財務諸表は製造原価報告書と損益計算書です。損益計算書は会社の成績表のようなもので、1年間の売上や製品製造原価、利益などが記載されています。一方、製品製造原価の報告書には材料費、労務費、経費など製品製造原価の詳細が記載されています。ここでは全てを理解しなくても大丈夫です。表のように製品製造原価として同じ値が両方の表に出てきており、対応していることだけを押さえておきましょう。真率は新規の見積もり計算をするときに使用されます。会社を継続的に運営していくためには、もちろんのことながらお金を稼がないといけません。会社運営には、社員に給与を払ったり、設備を新たに購入したり、家賃を払ったり、銀行に利息を払ったりと、様々な費用が必要です。一方、会社がお金を稼げる手段は、基本的には顧客からの売上からのみです。よって、製品売価の設定には、上記すべての費用を賄ってあまりあるほどの賃率を使用する必要があります。表にて、主に人に関わる費用を赤枠、設備に関わる費用を青枠、その他費用を緑枠で囲ってみました。実際に表から賃率を計算してみましょう。会社運営に必要な費用は次のようです。人に関わる費用としては、労務費の2200万円と半眼費1000万円を足した3200万円。設備にかかる費用は原価償却費の300万円。その他として家賃と光熱費、営業外費用を足した合計2900万円となります。よって年間の費用は合計は6400万円となります。今、月当たりの営業日が22日、毎日8時間勤務、社員数6名としますと、このような式によって1人1分あたり 84.2 円というものが出てきました。この時、新規見積もりの時に、使用する賃率をこの値にすればいいかというとそうではありません。このままでは利益が考慮されておらず、収益と出費でプラスマイナスゼロとなってしまいます。よって、新規製品を見積もるときの賃率は、この 84.2 円以上の値とすることが必要です。どの程度プラス目に値を設定するかというのは会社ごとによって異なります。個別にもですね、製品を製造するときには、どの機械を使うのか、またどれぐらいの時間がかかるのか、カカオに関わる人の賃金はどれほどかなどによってそれぞれの情報が変わってきますが、会社全体として見るとこの値が参考となる値となります。この動画と関連する動画では、例えば生産ロットを変更したり、段取り時間を短縮できたら、賃率に具体的にどのような影響があるのかについて、事例をもとに説明していきたいと思っています。具体的には、ここに示す9つの項目について、それぞれ数字を用いて説明していきます。この動画はここで終わりですが、次の動画では、有人加工と無人加工について、製造原価がどのように変わっていくのか見ていきたいと思っています。